はい、それではね、今回は前回前々回とですね、ソリッドの浮き、それから極細のパイプの浮きを試してみました。で、感じたことを、できるだけ次に反映させようということで進めてはおるんですが、一番最初にやったのがこのソリッドの浮きですね。これが太さ的には付け根でコンマ8、真ん中でコンマ65、上でコンマ55ぐらい、これぐらいの太さのものを使って餌落ち上から3節出し、付け根2節沈めみたいなんでちょっと試しました。で、感じたことは動画でも言ってるんで、そこまた見てもらったらいいかなと思うんですけど、それを感じながら、いや極細パイプやったらどうなのってもういきなり思ったんで、これを使ってやってたんですけど、似通ったものを作ってやってもその差っていうのがあんまり見えないんで、ぐっと違うところをこう攻めて方向性を見つけようということで、まずこのパイプを作りました。で、同じように3節出し、2節沈めをちょっと試してみました。これもやっぱり感じることいろいろありました。で、まだまだ試している時間っていうのは短いんで、餌使いだとかゼロなじみがいいのか、ちょっとにかけてすぐばらけた方がいいのか、一旦なじませてそれからばらけた方がいいのかっていうのは、その日の状況によって絶対変わるんだろうなと思います。で、それぞれにやっぱりそれなりの浮きが僕は必要だと思うんで、その辺をちょっとああでもないこうでもないと、現場で、一緒に行っていただいてる人たちに聞いて、話をしてるわけなんですけれども、そんな中でちょっと次にですね、僕が思ったのは、これ文字入り BB 潰せどう使えば魚が当たりを出してくれるのかっていうのはその日の状況で変わりますと。これは先ほども言いましたけど、ゼロなじみがいいのか、ちょいなじみ入るけどすぐばらけた方がいいのか、もしくは一旦なじました方がいいのかっていうところで、大きくこうね分かれると思うんですね。で、もし分けるとしたら2つかなと。なじませるかもうなじませないかのどっちかにしかならないんで、方向性としてはどちらかなんですけど、どちらもやっぱり釣りとして多分成立するんで、どっちか片方だけっていうことはないと思うので、両方とも見ていかなあかんのですけど、なんとなくなじませるのとそうじゃないのと、ゼロなじみに近いような、あまりなじませないっていう方向性と、2通りをやっぱり見ていかなあかんなっていうのが今感じているところです。その次に思ったのがこれですね。これはトップはソリッドです。これを付け根でこれコンマ9ぐらいあるんですね。それを塗った上から測っての、寸法です。で、真ん中あたりでコンマ63、やや上でコンマ56、先端いくとコンマ478っていうところです。これにすることによって餌落ちが上から3節の時っていうのは従来のこの3節と多分そんなに変わらんだろうと。付け根で取った時に多分ここが太いんで、何がしの変化は僕はあると思ってます。で、その試すっていう意味でもこれを作ってみました。そしてボディの形状ですね、これも少し変えてみました。最初何にも分からへんかったんで、ストレートな部分をどうでしょう、3分の1ぐらいは絶対これストレートな部分が残ってます。で、残りを絞ってる頭と、裾が絞られてるっていう感じですね。これストレートな部分がこんだけあります。ちょっと見づらいですかね。ストレートな部分はねこれぐらいあります。はい、これでやった時の動きが映像にもあるようにあんな感じなんですね。入っていく時はあんな感じ、ばらけが抜けて上がってくる時もあんな感じっていう、それは映像を見てもらって映像を見てもらうと分かると思うんですけど、上がりきったり上がりきらなかったり、その魚の状況、池の水の
水質の状態とかそんないっぱいいろんなことがあって、特に風吹いてやってた時なんて本当に上がり悪かったです。当然ですわね、流れがあったりとかしたらそうなるんですけど、それでもなんかこう上がり悪いなみたいな、引っ張られてるからこう釣りにならないかっていうとそんなこともないと思うんですよ。それなりには多分なんかできると思うんですけど、できることなら餌落ちができたら出てほしいと勝手に思い込んでますけどね、今はこれはね本当わからないんですよ。ちゃんと餌落ちが出たからといって釣れるかって言ったらそれはまたなんか違うような気がして、水の状態とかね、魚の状態を無視すればそれは完全に上がりきった方がテンションちゃんとかかるんで、触りとかあたりが明確に出やすいけど、やっぱり自然の中なんで見えてないし水中の中でわからないんで、やっぱり糸引っ張られてたりいろいろしてると思うんで、それはそれで、そういう考えで、何事も進めていかなあかんなとは思ってます。でも釣り方的にはさっきも言いましたけど、なじませるかなじませないかっていうところで言うと、これなじませない場合はここで餌落ち取ってちょっと入るけどすぐ上がるみたいな釣りで、なじませるんだったら多分ここで餌落ち取ってこれしっかり入れて、多分一気に抜くかじわじわ抜くかみたいな、多分そういう釣りになると思うんですけどね。でなじませた時にこの下の方が太いとしっかりここまでどういうんでしょう、ばらけがなくなって上がってきて、最後のもうちょっとがこう太く、トップの直径が太いと、それだけ表面張力するんで上がる可能性はある。ただ無垢なんで浮力があるかって言われるとちょっと微妙なんですよね。その浮力の定義ってなかなか難しいんですけど、パイプやったら中に空気あるからっていう定義で成り立つと思うんですけど、無垢の場合は詰まってるんでね、空気入ってない、でも直径があって体積があるんで上げようとする力っていうのは絶対発生するんですよ。それがパイプとは違うわけなんですけども、ちょっと無垢でも太さがあれば表面張力するから、どうなんでしょうね。その上がる力に変わるかって言われるとそこはね、もう池の水によって変わるんじゃないかなっていう気もするし、真水でやったらねちゃんと上がるんですよそれはもう試して他のっていうかね、もう過去に何年も前にもいろんなことやりましたけど、真水でやったらちゃんと上がるんですよ。ところが池の水でやるとねそうはいかないんですよね。これはやっぱり現場主義なんで、真水でやっていけたから現場もいけるとはならないと僕は思っております。なのでこれを作ってちょっとそういう試しをやってみたいなということで、次なる、チャレンジは、付け根を太くしてなじませ釣りをしたらどうなるかっていうのをちょっとこの浮きで試してみたいんですね。そして、ちょっと補足ですけどね、これボディも前に作ったこれとはボディ形状が違いますね。こっちはストレートな部分があったんですけど、こっちはストレートな部分があんまりないです。ここの10ミリぐらいがストレートです。あとはもう絞ってます。いわゆるこう流線形の形をしたボディ形状です。で、過去の自分のやってきたことの中のもうなんて言うんでしょう、本当ね、結果というかね、自分がやってきて感じたことを試してやって感じたことを、これにもし、反映させるとしたら
やっぱ浅い棚になればなるほど流線形の浮きの方が僕は全体的に良かったっていう、過去がやっぱりずっとあるんで、一旦これを作ってみました。でこれ流線形になってるのがどういいかっていうのはやっぱりその釣り方とか時期とか場所によってもまあ違うんですけども、それをちょっと試そうということで、これを作ってみました。はい、ということで、次回ですね、実調行ったらですね、まあこっちの浮きももっとね使い込みたいんですけど、次はちょっとこれを使ってこっちの以前のやったこの2本これらの浮きとどう違うかとか同じようなことを感じるか、その辺を、次回実調で探ってみたいなと思います。